協会認定講師の増見智弘です。今日はよろしくお願いいたします。まずですね、今日は黒松の、秋のといいますか手入れについて、解説したいと思います。こちらの、黒松、今ちょうど10月頭の状態です。で本来はもう少し早く作業をしたりするんですけれども、今日はですね芽かきについて、解説します。はい、では早速作業にかかりたいと思います。この、状態の前の作業としましては、7月にですね芽切りといいまして、春から伸びた最初の1番芽の、元気に伸びた芽をですね、一度7月の20日前後に切っております。それで、今この切った後にですね、2番目、次の芽がちょうどこう伸びてきて、ぐんぐん今伸びている状態です。であと約1ヶ月ほどですね、まだ成長期間がありますので、もう少し、この伸びている芽が2番目がですね、もう少し伸びるかなというところなんですけれども、見ていただくとちょっとこうね、すごく元気な芽が長く伸びている部分であったり、あとは1箇所にですね、たくさんの芽がこう吹いている場所がちょっと見受けられると思うんですけれども、その辺のですね整理を行う作業が芽かきという作業になります。基本的にですね、盆栽の枝分かれであったり、今のこの芽の数っていうのは1箇所から多くて2つに減らしてですね、きれいな枝分かれを作っていくのが基本になりますので、それをするための作業ということで、今から芽かきをしていきます。でまずこの下のこの辺りですよね、にちょっと見ていただきますと、ちょっと見にくいんですけど、この今真ん中に白くなった部分、切った跡が見えるかなと思うんですけども、これが先ほど言いましたその7月にですね、芽切りをした切った跡になります。でその後ですね、今言いましたように、こう2番目がこの場合ですと4つかな、4つですね、4つ同じ場所から出てきているのが見えると思うんですけども、こちらを今言いましたように2つに減らしていくと。でどれを減らすのということなんですけれども、基本的に枝というのはなるべく水平に伸びていく方が綺麗ですので、上とか下にね向いている枝よりは横にこう広がっていく方が綺麗ですので、この水平に出てる芽を残して、上とか下に向いてる芽を減らしていきます。じゃあ早速切りますね。これはもうここまでもう伸び出してますので、こういう剪定バサミを使って、切って、減らしていきます。で先も言いましたけど、ちょっと遅いと言いましたのは、もう少し早い段階、まだここまで葉が展開してない段階ですと、こういうピンセットを使ってこう横にこうなんですかね、軽く力を横にこう折ると簡単にポキッとこう折れて、取れやすいんですけども、今もここまで伸びてますので、ハサミで処理していきます。あとはですね、その横のこれなんかは
おそらく、ちょっと先ほどより分かりにくいですけど、これなんかすごい長さがビヨッと伸びてるんですけど、これも実はここの真ん中、ここの部分ですね、目切りをした後です。で、そこからですね、今1、2、3本かな出ている状態になります。で、この場合ですね、この場所にもよりますし、そのところのその枝の長さとかにもよるんですけど、本来こういうのはすごい長いのを、ちょっと長く伸びすぎてるので切りたいところなんですけど、場所的にですね、やはりこの真上に向いているこの芽がですね、方向的にはやっぱり良くないので、この上に向いている芽をまず減らしますね。とりあえず2本にしてあります。こういう要領で、ずっと作業を進めていきますね。もう2つしか出てなかったり1つしか出てないところもあるんですけど、そういうところはもうそのまま特に何もせずにですね、ここちょっと変則的ですけども、ここに長い芽とですね、この下に芽が出てます。で、この長い芽の途中からですね、小さい芽がまたここに吹いてるんですけど、この場合ですね、この長い芽がもうかなりこうちょっと輪郭から飛び出してるのもありますし、上に向かって、伸びてます。なので、もうこの段階でここにたまたま小さい芽がこう出てきてますので、これとこれを2つの芽とみなして長いところも取っちゃいます。これでだいたい2つ以上あるところ今減らしたんですけど、それでもですねまだ、ちょっとこう部分的に飛び出しているようなちょっと長い芽がありますよね。でこういうのはですね、力がこう強い芽がこう飛び出してるんですけど、これを放置するとまた来年さらにそういう部分というのが強くなってきて、だんだんバランスを崩すことになりますので、勢いがすごく強い芽はですね、2つにかかわらずちょっと外していきます。その際芽が1つしかない場合はですね、途中で、今これ切ったんですけど、何本か葉を残して途中でこう切って、弱めるという方法を取ってもらって、2つ以上ある場合はもう元から取ってもらって構わないと思います。
あとは枝の全体のですね、枝の密集というか、その、ね、枝がすごく混んでる部分とそうでない部分とあると思うんですけど、そのすごく混んでる部分はもう、少し間引く意味で減らしていきます。今だいたいこれぐらいの葉を新しい2番目ですね、2番目を切った状態です。で先ほど説明した通り、もう丸々全部切ったものもあれば、芽の途中で切ったような芽もあるんですけど、あと先ほどそのちょっとね混んでる部分っていう話をしましたけど、これなんかはもう枝というか丸々ちょっと切ってるような場所も1箇所ありましたけど、一応これでだいたい全体のですね、芽の数というかバランスよくですね、2番目が残せた状態かなというふうに思います。それで今ねこれまだこれでもですね、ボサボサというかなんか葉っぱがねすっきりしてない状態じゃないのっていうふうに思われると思うんですけど、実はこの長い今ボサボサな長い葉っていうのはですね、春から伸びてる1番芽になります。ですので7月の時点で芽切りをしなかったその時には弱いといいますかね、切るほど伸びてない場所がこの長い葉なので、春からずっといる芽なので葉の長さもその分成長しているのでこんだけ長くなっているということです。で、ちょっとこう見えるか、その長い葉のですね元はこういう小さい茶色い小さいというか大きいんです。実際はもう大きいんですけど、こことかもですねかなり真ん中に茶色い芽が見えると思うんですけど、これが来春になるとまたビューッと伸びてきて、来年のまた新しい葉っぱになる芽になります。で、春から切ってないので今度はこの切らなかった今年弱かった芽が今度は強い芽に変わります。ですので来年の芽切りという作業をするのはおそらくこの強い芽が伸びたやつを今度は切ると。で今年切って2番目2回目に出てきてるこの今整理した芽っていうのは逆に、ね、今はまだ真ん中の芽がちっちゃくてですね弱い状態ですので、そちらは来年は逆に切らない休む年になるというようなイメージで捉えてもらえばいいかなと思います。今年2番目切ったやつでもひょっとすると、場所によっては伸びてきて、元気な芽もあるでしょうから、そういう芽はまた同じように芽切りはしていくんですけれども、そういう形になります。これで、あと1ヶ月ほど成長期を終えてですね、今年もこれ以上伸びませんというか、この新芽がもう固まってしまえば、あとはこのちょっとボサボサな感じっていうのをですねちょっと気になるようであれば今ちょっと簡単に参考程度ですけど、こういうこの今の2番目のこの葉の長さか、もしくはそれよりちょっと短めぐらいの長さにもうハサミでこうやって切ってですね全体を整えてあげればいいかなと思います。で今なんでやらないかというと、今言いましたけども、まだこの新葉新しく出た芽のその葉が固まってないので、今下手にやってしまいますと、その減らされた分今度この葉がまたさらに長く伸びやすいので、なるべくね商品盆栽っていうのは木が小さいですから、その分松も葉も短くした方がバランスがよく見えますから、なるべく短く止めたいので焦って、減らさずにしっかり固まった後で、切って減らす。もしプラスですね、古い葉、去年の葉
が残ってる部分っていうかねもうあるんですけど、そういう古刃も同時に、古刃取りという作業をしてもう少しすっきりとさせてあげるときれいに仕上がります。今回の作業はこの目かきという作業になりますので、ここまでという形になります。ありがとうございました。